テーブルテニスインテリジェンス卓球の教科書技術解説編。本日の動画は先日の動画で紹介した粒高カットマンに対する戦術を実際のプレイ動画を用いて解説します。まだ前回の質問回答動画を見ていない方は必ずそちらの動画を確認の上、この動画をご覧ください。本日のモデルは攻撃マンがソン・イーシャ選手、マロン選手、カットマンはマテ選手です。この動画はカット打ちの戦術だけでなく粒高カットマンの戦術も紹介しております。ぜひ最後までお楽しみください。まずはじめは粒高カットマンに対するサーブの位置です。これは第1ゲームの0対0のシーンです。フォアハーフロングでしたね。基本的にカットマンに対してはカットよりもツッツキをさせた方が回転の変化が少ないため、台の上で処理させるようなサーブを用います。相手のレベルにもよりますが、フォア前すぎると自分たちのフォアサイドへ厳しくツッツキされる可能性があるため、比較的フォアハーフロングを用いることが多いです。またそのサーブは真下回転よりは横下や横上回転が良いでしょう。バック側へのロングサーブはとにかくスピードと深さを意識してください。遅くて台から出るサーブではしっかりと相手にカットをされてしまいます。速いサーブに対してとっさにするカットはあまり切れてないことが多いため、3球目を打ちやすくなります。そのため主にこれらの2本でサーブを組み立てていきます。次にカットマンに対しては回り込みを使って相手のミドルへドライブを打つ展開に持ち込みます。回り込みを使う理由はフォアサイドからミドルへ打つよりも回り込みからの方がより相手の体へ食い込むようなドライブが打てるからです。さらに回り込みの方が自分たちの体重を前にかけやすいため強い球が打ちやすくなります。今みたいな粒のカットはあまり切れていません。うまいカットマンは回り込まれたくないため自分たちのフォア側に持ってきますが、フォアサイドでのカット打ちにはあまり付き合わず、ツッツキなどをバックへ持っていき回り込みの展開に持ち込みましょう。とにかく自分たちのバックサイド側から相手のミドルへ攻めること。ソン選手やマロン選手のように連続で打てなくてもツッツキや後ほど出てくるゆるふわドライブを駆使してこの展開に持ち込みましょう。カットマンがミドルをフォアカットで処理すると球が浮きやすくなるため、多くのカットマンはミドルをバックカットで処理してきます。自分たちがフォアミドルを攻め続けると相手の体はフォア反面に移動してきますね。そうなった時に相手のバックサイドへ攻めれるといいでしょう。もし相手がミドルをフォアカットで処理してきたら、今のようにシュート回転を与えたカットをしてくることが多いです。そのカットに対しては少しだけラケットヘッドを開いて相手のバック側に打つと入りやすいです。これをラケットヘッドを閉じてストレートに狙うとミスしやすいので注意です。カットマンはあの手この手で私たちのミスを誘ってきますが、とにかく相手に付き合いすぎないことが大事です。こちらのミスが少ないとカットマンはイライラして自滅したり焦って反撃してくるでしょう。相手の攻撃にも動じず無理して打たない、相手が下がっているのに深追いしすぎない、攻める球を絞って基本的には回り込みからミドルもしくは
粒の方へ強打で攻めるようにラリーをしていきましょう。こんなのは理想すぎます。いつも回り込みばかりではなく、たまにはバックドライブをしたり、回り込んでストレートに打つことも必要です。粒高に対しては強いドライブばかりでなく、ふわっとした球も効果的です。ゆるいふわっとしたドライブが来るので、カットマンはネットミスをしてしまっています。ここからはゆるいふわっとしたドライブと回転をかけたドライブ、スピードドライブの使い分けを学んでください。では最後に粒高カットマンの戦術を紹介します。バックカットでストレートにしてからフォアドライブ、バックカットストレートからフォアドライブ、バックカットクロス、回り込み、バックカットストレートからフォアストレート、ラケットを回して裏ラバーでバックドライブ、ストップに対する粒での流し、粒でのプッシュから回してバックドライブ、技術を参考に粒プッシュ、粒ストップ、粒では甘くなりそうなつっつきの時は回してつっつき。场边的观众还是非常的热情啊，也在积极的给马克加油。反手感觉弹了一下。フォアドライブから回してバックドライブ。上位，好像有点自己挤住的一个感觉，不是特别的舒服，还是发球不对。哇，这个还能救回来。フォア前クロスから粒でフォアカットストレート、回り込みドライブ。慢非常的大，感觉已经是不太可能救回来的角度，它还能够给你高质量的拉回来。この動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いします。また質問や解説してほしいことがあればコメントをお願いします。
インスタグラムや公式 LINE の案内はこの動画の概要欄をご確認ください。本日のレッスンは以上で終了です。ご視聴ありがとうございました。